こんにちは。こんにちは。前回の動画、買い物動画で一つ忘れてました。ボンスキー場。ボンスキー場の手拭いしててもボンスキー場に入れない昼間がお送りします。第2弾、赤松の製紙選定ですね。これはですね、衝動買いをして、前回言ったのは、この木が欲しいと言って、値段も聞かずに購入して、はい、じゃあ昼間さんこれでいいかって言って、商談成立という品物なんですが、ここはねパッと見た瞬間いいなって思って買ったんですね。ところが川越の大先生なんですけど、はい、先生が作られたのは実はそちらだと、もう完全に出来上がってます、はい、この先生が作った木を直しちゃうっていう大変失礼な話なんですが私にとってはちょっと大きすぎるんですね。でこれはまだベストな状態でいいです。これはベストな状態で先生が作られたんですけど、ここをさらにちょっと私流にもうちょっとコンパクトにしていきたいなということで、やってみたいと思います。ちょっとね植え替えしたばかりなんで、若干心配はあるんですが、時期的には今、5月で、6月が一番いいって言いながらも5月もできると思いますので、ちょっと針金をですね、せっかくかかってますので、追加してちょっと曲げるには細いかなっていうところもあるので、極端な枝を曲げる場合ですね、追加をして一番の問題はコンパクトにできるかどうか、はい、というところですね。で、まずぐるっとやっぱり木を購入された時にぐるっと一周見た方がいいと思います。もう一回改めて正面ってどうなんだろうって、でそちらを正面にして本来作りたいんですよね。で頭が完全にこっち来ちゃってますんで、これを180度振れば頭はなんとかいけるかな。それでも相当厳しい仕事をするんですけど、ちょっとこの辺がまっすぐに見えませんかね。見えますね。これとでかいって言いながらもそちら正面だとねもうこれ使わざるを得ないんですよね。これをぐーっと畳み込んでここの直線をごまかしながら、ここら辺までコンパクトにできるかどうか。ただここから先はですねぎゅっと曲げて戻るかもしれないんですけど、ここはもう消えないと、これはどうしても嫌なんですね。で逆にやはりさすが先生、この枝の出がいいんですね。この枝が下がで、このシャリゲーも非常に面白い、こっちがいいと言いながらもこのシャリゲーも面白いですし、この出位置がいいということはやっぱりこれ生かすべきだろう。そうするとちらっと9歳に言ったんですけど、これいらねえんじゃねっていうどうするかなんですよ。とりあえずやりたいのはちっちゃくしたい。どれをどう作っていくか。じゃあもうこれ切るこう動きたい結構思い切ったそうですね。ちっちゃくするっつったらその枝落とさないとって思ったけど、そうなんですね。もったいないっちゃもったいないですね。だからやっぱりそうするとこれがやっぱり挿し枝と今同じような枝が2つあるんで、やっぱりこっちの出がいい、なおかつ曲線もありますんで、こちらを挿し枝として、でこれをですね、でもう一つはねここを見せなきゃいけない。今隠してますねこの辺の枝で。そうですね。なのでここら辺とかここら辺をこっちに持っていく。正面こっちで作るんですか？正面そっちにします。あれ裏かとこっちで作ればかなと思ったんですけど、先ほど言ったこれはまっすぐすぎちゃってなるほど、できないってことだったんですね。できないんでたまにこういうことありますここが良くて買ったのにやっぱりこっちにしようってなるほど、いうことあります。こっちもいいんでということですね、ということなんでとりあえずこれを挿し枝にしてこの正面が隠してるのをなんとか解消したいんで、この枝これですね、これをそこの挿し枝の上に乗っけたい。この辺も邪魔ですね。取っちゃうかとりあえずその上に持っていきたい。で裏がないんですよ今。ないって言ってちょっと申し訳ないんですけど、それなんでここら辺の枝を裏枝にして、これは本来取ってもいいです。間延びしてるんで。しかも缶抜きっぽいですね、なんかね。これを取っちゃうか、仮に一応後ろに作っといて将来取ってもいいですし、という感じでイメージ的にはそんな感じですかね。なるほど。なんとなくですかね。見えました。そうするとだからよく言う見えたってやつですよね。いうことでここからいきますか。いっちゃいますか。まだオープニングが流れてないんでここ一回流していく。ということでまずやりたいと思いますんでよろしくお願いします。という
いうことで、まずこれですね。これをこのでかいまた切りで、そっちの方がいいかな。これでしたっけ？違う。これね、これですよね。一番長いやつだからね。はい。これだ2本とも。なんでここら辺から、まあ少し残しますけど、貝切れるかな。ノコギリの方がいいんだ本当はな。いっちゃった。小さくなりました。小さくなりましたね。とりあえず、とりあえず小さくなりました。切っちゃいましたね。先生、あーってでも良さげじゃないですかこれ。もう見えますよね。なんと見えますか。で、これとこれを後ろに持っていく、はい。これがちょっとね細いかもしれないんでちょっと心配なんですけど、これは裏枝の裏枝ですね。本当はね、こっちも張っちゃってるんですよ。これ本当はこう行きたいんですね。だからこことここ、この山をね逆に曲げるのはちょっと危険なんで、だけどここだと細いな。やっぱりもう一本かけましょう、保険で。はい。これとこれですね。これ途中まででいいと思うんですね。こことここら辺まで 3.5 ミリですね。はい。はい。でもそれもね、やっぱ作る人によってね。まあそうですね。あと作る人もそうですし、その置き場というか条件がやっぱりね、そうどうしても、そこですよね。普通は買わないですよね。まず買わないですよね。でかいのなんで買ったんだろうと思って、棚が置けないの分かってて、置けないのにね。そうなんですよね。ここら辺はね少し強めでいいと思います。強めというのはきつめですね。こういうところは危ないですね。何もかかってないところね。本当はね、ラファイア巻いた方がいいですね。そうなんですよ。ラファイア巻いた方が、もう同じこと言ってますね。いいんですよ。そう、同じこと言って。結構作業しながらって頭回んないんで。そうなんですよ。だから、繰り返し同じこと言わせてもらう。少しずつ曲げてきますね。はい、ここなんかも針金1本だもんな。なるべくここもコンパクトにしたいってことですよね。そうですね。このちょっとずつ曲げてます。はい、1箇所だけでちょっと今パキって言いますね。これ上のっけるといいんですね。これちょっと細いかな。だいぶいったと思いますね。でこれは折れてもいいんでこれに持ってくるか。なるほど。取っちゃってもいいぐらいなんで、ここはちょっと気が楽ですね。危険だなここが、本当に、ここが危ない。曲げる部分に針金がないと、必ずもうここで。これも無理ですから、そう逆にこの先で曲げなくちゃいけないってことですね。こことここでね曲げるってことですね。ちょっと緊張感がありますね。ちょっとこれを盆栽愛好家が真似するかっていうのがちょっとしないんだよ。真似させていいかっていうのがね。でも方法、そうやって大丈夫だったっていうのはね、一つの方法としてできますよっていうのは知ってもらった方がいいと思うんで。だからもともとは足元で選んだ木。そうですね。でも大きすぎるなんでちっちゃくしてみるよと方法もあるよっていうことですね。そうですね。結構曲がりましたね。曲がりましたね。であとはあとこれとこれですね。はい。これをこの上にかぶせる、これをこの上にかぶせて幹を見せる、ということでやっていきたいと思います。
大仕事だなと思ったけど意外意外とと、ね、やることないんですね。針金かかったからそうですね。先生のおかげでちょっと弱いのかなとか言ってますけど、はい、おかげさまでやること少ないんで、これは下の枝ですね。縦はいですね。意外とでしたね。もっと大変かと思ったら、僕正面変えると思って。いややろうかなと思ったけど、先ほど言ったまっすぐがね、いかんせんやっぱりどうしようもないんですね。そうですね。これをだから思いっきり、こっちに曲げるとか、そう頭はなんとかなるんだけど、であと先ほど言った差し枝がまっすぐなのと、この長いのがやっぱり無理だろうっていうところですね。そこですね。正面が変えられない、変えられなかったっていうことですね。そっちもいいですけどね。将来変更する可能性あるかもしれないですよ。それは。そうですね。とりあえずね、コンパクトになって、ちょっとね、黒い針金と白い針金で、僕はこれですけど、とりあえずしつけっていうことで。はい、ということで、太い針金のですね、こことここですね、この左右、黒いのが、分かりやすいですね、かえってね。そうですね。これかけたやつが、本当は、そう。で、下の黒いやつも、これをかけました。はい。そんなにかかってるところにかけた割には、まともにかかってるかなっていう気はします。すごくかけづらかったんですけど。で、今、何をやりたいかっていうと、ここ隠しちゃってる。これも隠してる、これも隠してる。なんで、これを、そう見せたい。で、ちょっとどうなるかわかんないですけど、とりあえずそっちへ持ってきます。どうなるかわかんないけど、正面から見てないんでわかんないですけど、とりあえず持ってきます。はい。曲をつけながら。この上に乗せるようなイメージ。乗せるようなイメージですかね。ただ、1個だとちょっとでかいんで、どうするかですけど、とりあえずは、そっち側へ持っていきます。これちょっと音を締めながらですかね。いきましたかね。はい。これもですね。はい。そちら側へ行きます。ポキッといきました。でも見えてきましたね。はい。そうするとここは、持ってったんですけど、少しこれ曲をつけてもいいと思うんですね。これだけこれがこう変化をつけてるんで、少しこうまっすぐ丸みしてるように見えちゃってるんですけど、変化を少しこっちやったりこっち振ったり。ちゃちゃ丸がもう動き回ってますね。ちゃちゃ振り向いた。ちゃちゃ丸おいでおいで言っちゃったダメだ、やっぱり餌がないから。鼻取ってきますね。これ鼻取った方がいいですか？鼻を取った方がいいですね。もうなんか取れそうな感じですね。古いやつだとね。そうですね。あってもしょうがないんで。さあどうなりました？やってんですけど、ちょっとね、細い針金がこの辺がちょっと曲がんないんですね。曲げたいんですけどね。もうちょっと太い。なんですけど、ということで、こんなんちょっと勘弁してくださいって感じで、とりあえず棚っぽく作ってます。ただ一旦あらかた作っとけば次っていうのは非常に楽になるんで。そうですね。先端は融通が効くので。そう一旦骨をね、動かしとけば。じゃあ。とりあえず下はこんなところかな。裏と、下ですね。なんとなくポンポンポンとできましたんで、あとは上を仕上げていきたいと思います。これをね、やっぱり一番上の枝っていうのはこれなんで、これをやっぱりこっち行っちゃってますから、こうやっぱり上乗っけてこないといけないですね。これでこの枝でずーっといくと、これが一番芯なんですよ。頭
でそうするとこれがそちら流れなのにこっち向いてるじゃないですか、逆に芯がだからこれがこの上に乗っかってくらないといけない、で全体で頭を作るという感じですね。はい、これもちょっとこっちかな。寄せてね、寄せてあげて、寄せて、こう寄せ、ここね、こういう部位のところ寄せて寄せて寄せて固めてね、寄せて固めて、これを上に乗っけてくる。でここが最後のお仕事。これポキッつったらアウトですね一番大事なところですね。ね、正直1本ぐらい正直動画的にはね、わざとやんなくていいですけどね。うわっとか言ってまあ全体でこの辺頭できればいいと思いますんで、そちらから見て、ちょっとねこれが長いんですね。やっぱりここを効かせるっていうのがあって、そうすると同じような長さになっちゃうとちょっと長いんで、正面ここれを取っちゃいますね。せっかく先端までかけたんですけど、ここが一番出したいんですね。でこれが結構出ちゃってるんで、でこれを取っても今度この2つでカバーできると。今、この枝にかかってた針金を他のところに分散しまして、でこの枝をついに切っちゃうと、いうことですね。でこういうもので寄せていくと。そうですね。ここちょっと切っただけで、これはもう解消、だいぶ解消しますよね、これね。これもそうすると長くなって見切っちゃうし、本当はねここ少しね上げたいんですよ。でねここ見せたい、ここに間を持たせたい本当は。今ポンポンポンってきちゃってるじゃないですか。そうするとこれをちょっと切っちゃってるんですよね。ここはいいんですよ。ここまた一つのこの変化がこう見えますかね。なんだけど今ちょっと本当だから上上げたい、でできたらコンパクトにしたい、ちょっと手繰り寄せるみたいな、したいんですけどね。今回は何でしょう、元言ったかもしれない、上から下ばっかりなんでちょっと怖いんですよね。なるほど。という言い訳で、今ねここら辺がちょっとガランドだったんですね。でこうぐーっとこちらへ持ってきました。でここも今この辺という同じ一色単だったんですけど、ちょっとこの辺が空いてるんで、この辺ですかね、この辺を埋めるような形で少し持ってきたということで、まあなんとなくできたかなという感じですね。河川しちゃうか、どうだろう、ちょっといいんじゃない、これが少し下がって、これもちょっと長いですね、後ろ。これ切っちゃうか、これね。そこだけですね。こうもしくは曲げてそこもまあ埋まりますわね。ちょっと不格好ですけどね、こういうのなんか人為的でね、あんま良くないんですけどね。でも結構多いですよね。こういう作り方の。そういます。今はこれがちょっと上に上がってたんで、ここら辺の間からこれが見えませんかね。そうですね。これなんですよ。ちょうど隙間のところに裏枝が来て、そこにこう間が入る。でポン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 なんだっけ、それなんかありましたね。DJ みたいなポンポンポン、まあいいんじゃないかな。欲を言えば先ほどちょっと言いかけた、ここをね、このぐるーっとこの落ち枝がいいのと同時に、ここの曲がりがぐっと上に返っていいんですね。あんまり見えないか。ここは見えないですよね。だから見えるためにはここを上に上げて、そんでここにまた間を持たせるんですね。でこの間からこの曲を見せる、この間から
これを見せるというまあ、はい、そうするとあれですかね、差し枝も今後もうちょっと寄せていきたい、そうですね、まだ長いんでね、やっぱこの辺がそういう意味では、まあこういう流れがあって見えてもいいんですけど、まだこれをもっと畳み込んでここら辺に持ってくるとかね。そうですね。そうですね。結構そうするか、そうなっちゃうな。ちょっとね、植え替え直後なので、あんまり厳しくはできないと思いますが、できないですけど、まあこれぐらいなら。でもここから見てもだいぶコンパクトになりましたね。なりましたね。っていうか良くなったな。良くなったって言っていいのかな。良くなったな。まあいいね、このサバ缶っていうんですか、とかまあ見えるようになったし、まあ将来的にもっとコンパクトにできそうだなって感じもしますね。そうですね。まだね、まだまだ変わるって感じがね。もう一段階寄せていくんだろうなという。ちょっとこれもうちょっと寄せたいなこれな。まだ終わりじゃなかった。まだ終わりじゃなかった。ちょっと待ってくださいね。何ですか？ここ。ああ、切ったところ。いらないと言いながらも。どうする？爪順みたいな。いやまあそうですね。もっとちっちゃく細く。はい。とりあえず正面だけ。あ、これいいな。かっちょいいよこれ。ほら。よくなりましたか？まあよくしてるつもりなんでね。よくなってないと困るんだけど。先生が作った木より。いや。すいません先生。そういう意味で聞きました。先生作ったらやっぱ最高なんですけど、ちっちゃい陣があるんだよな。ちょっと周りに塗っといた方がいいですね。カットパスタ。はい。もう少しこういうなんだろう、切れ目を入れて。そうですね。こういうの。はい、ということで終了いたしました。とりあえず短くなりました。コンパクトに。はい、この長いやつを切って、でまあ大体構想通りですね。これの裏枝がなかったんで、これをぐーっと持っていった。でこの差し枝ですね。これがまあ段に作って、もうちょっとね、本当もうちょっとコンパクトにしたいんですね。まあもう一段でいいと思うんですけど、とりあえずまあ植え替え直後ということもあったんで、これぐらいに加味してやろうということで、で頭もまあこの辺で作って。もうちょっとね、全体的に全体的にですね、さーっと流す木はこういうのあっていいんですね。こういう枝を見せる。でこれはあえて私はこういう太いやつをこうコンパクトにしたかったので、ギュッと詰めたいっていうことはやっぱりこういうところを埋めていかなきゃいけないんで、まあやがてもう少しコンパクトにしていこうと思うんでいいと思います。私の理想通りのイメージですね、ができたと思いますので、見えますよ、これですよ、これ。裏枝ね。裏枝ね、この真からのこの裏枝。あとどこでしたっけ？この辺のね、この真からのなんかこれかな？これね。これちょっと見えないんですよね。ちょっとね、もうちょっと開けたいってことですね。もうちょっとね、これが見えてくるともっといいというところなんで、あとはもう培養して目切りするかどうかはちょっと考えます。6月、そうですね、6月のまあ20日前後がいいかと思うんで、その段階で切るかどうかはちょっと考えたいと思います。もしかしたらちょっと枯れてる枝とかもね出るかもしれませんので、ということで結構好きな形になったって。好きになりましたね。コンパクトでやっぱり曲があるのが好きなんで、こういうバーッとでかいよりはね。どうですか？ここまでだったんですよね。そうですね。ここだ、こう。ということで近くなりました。この動画がいいという方は、いいねと登録チャンネル登録があと何百人？でも動画出てる時は分かんないけど、現時点だとあと900人で10万人です。10万人。でも1日ね、50人から100人ぐらい増えるんで。じゃあこの動画で200人増やして、そうすると下手したらもう行ってる可能性ありますね。6月中に行くかもしれないですよね。5月です。5月中に多分今のペースだと行きます。10万人。10万人。いやー、おめでとうございます。すごいですよ。4年でですよね。5年
になりますね。10月で5年。あ、でも5年で10万人って大成功じゃないですか。わかんないっす。わかんないですか。成功なのか成功じゃないのか。でも世の中にね、この盆栽を広めて鉢も売れるようになって、あとは奥さん僕ね、いらないかもしれない。いらないか。まあそうですよね。いらないかもしれない。猫がいれば。猫、皆さんがいれば。皆さんいればね。はい、という、まあ楽しい仲間に囲まれて幸せな Q さんがお送りしました。はい、ということで、でも本当にね、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、今日は一日楽しませていただきました。いない方、よろしくお願いします。いないですけどね。はい、ということでありがとうございました。おまけです。おまけで。私指離れるんですよ。はい。知ってます？はい。マジックいいですか？グーンって。